皆さん、こんにちは。るゆみチャンネルへようこそ。今日はですね、僕自身の意見で、最初に言っとくんですけど、あくまでも僕の意見なので、それが本当であることではありませんよ。今日は、学校とかにある僕が、これない方がいいんじゃないかなとか、これはちょっと変えた方がいいんじゃないかなっていう僕の意見を今日は話していきたいなと思います。あくまでも僕の意見なので、すべて分かりきってるわけでもないし、僕から見ての、僕の視点から見た考え方なので、ぜひ、コメント欄とかで、僕が間違ってたりしてたら、教えてくれたり、自分たちの意見を、交換し合ったりしてくれると、とても助かります。で、多分、学校とかそういうこと以外に人生の中でちょっと嫌だなとか、これ違うんじゃないとか、そういう思いがたくさんあると思うんですよ。そういう場面がたくさんあると思うんですけど、そんな中で僕は今日は、さっきも言った通り学校のそういう点について話していこうと思っています。大体大きく分けて4つの点について触れながら意見を述べて、聞いていただければいいかなと思います。では行きましょう。まず1点目は、例えばよく学校とかにある様子なんですけど、友達同士が喧嘩しちゃったりしたり、仲が悪くなっちゃったりとか、そういうことがあると思うんですけど、先生ってそういう時は真ん中とかに入って、話し合うじゃないですか。例えば何をしたのみたいな。そして謝りなみたいなとか、そういうことがあると思うんですけど、そういう点で僕は嫌ではないけど、変えてもらいたいなっていうのがあるんですけど、先生によってですよ。先生によって授業の仕方とか怒り方とか結構変わってくると思うんですよ。この人は優しい先生だ、この人は怖い先生だっていうのはよく友達とかと話してると思いますよ。怖い先生だみたいなとか。で、そんな中で優しい先生だったら優しく怒るっていうのはちょっと違うかもしれませんけど、落ち着いて何があったのとかそういうことを聞いてくるじゃないですか。それって結構嬉しいじゃないですか。例えばそんな何をしたのみたいなすごい怒られるよりはマシじゃないですか。でも、優しすぎると、もう今度はやらないでねみたいなことを言ってもまたやる人が何回も何回もそれをやって、それで全く同じことを言っても変わってないっていうことは、言ってることが無意味っていうことなので、そういう先生もいるんですよ。例えば、僕が小学校の時に何回か、僕に嫌がらせをしてくる人がいたんですけど、僕以外にも大体全員に嫌がらせしてくる子がいたんですけど、もう何回もみんなに嫌がらせして、その度先生に怒られて謝りなさいって言って謝るけど、その先生はすごい優しくていい先生だったんですけど、すぐ、じゃあ謝って、はい、終わりみたいな感じになって、全然その子は学べてなかったので、もっとそこをビシッと、なんていうんだろう。嫌な思いするかもしれないけど、そこはみんなのためにも、きっぱり怒ってダメなんだよって言わないといけないところを言ってないから、優しすぎるのはダメだなと思ったんですよ。逆に厳しすぎるのもダメだと思うんですよ。考えてみてくださいよ。例えば、あなたは悪いことして、怖い人があなたを怒りますして、それもめっちゃ怖くて、もう悪口とかめっちゃ大声出しながら怒ってる。それか、優しい人で、どうしたのみたいなとか聞いて、しょうがないね。またそういうことがあったらもうやめなさいみたいなとか、それを言いながら、でも、そういうことはしちゃダメだよ、みたいなことを、ちょっと厳しさを、いろいろ混ざったような感じだったら、2番目の方がいいじゃないですか。ちょっと優しめな、ちょっと怖いめな。で、どっちかに、やめなさいって言われたら、どっちの言うことを聞きますか？多分、2番目の優しい、厳しいような人の、やめなさいを聞くと思うんですよ。だって、嫌なこと言われるより、ちょっと優しめに、この人僕のために言ってるんだとか、ちょっと感動的になるじゃないですか。多分そういう、人間はそういう感じだから。なので、厳しすぎると、感情が全く伝わんなくて、多分、特に子供とかはむやみやするじゃないですか。もううるさいな、みたいなとか。もう分かってるよ、みたいな。でも逆に優しすぎると、何も言うことを聞かないじゃないですか。だから、本当にそういう中点、優しくて厳しい人って多分ほとんどいないと思うんですよ。僕、小学校、中学校、過ごしてきて、多分そういう先生一人しかいないんですよ。で、多分
人によっては、その学校にたくさんそういう先生がいたりするかもしれないし、全くいないっていうところ、そういう学校があるかもしれませんが、僕が過ごしてきた中で、一人しかいなくて、そういう先生は増えてほしいなとは思うんですよ。確かに多くの人は多分そこは反対して優しい先生がいいっていう人はいるかもしれませんけど、怒られないと学んでいけないし、人生経験とか積んでいったりできないから、でも厳しさも大切だなっていうのは、分かってほしいなって思いました。二つ目の点は、これは先生じゃなくて、一般的な生徒とか児童の方なんですけど、小学校の頃はあんまりなかったんですけど、特に中学校とか入って寝てる人とか、話を聞かずに誰かと話してたり騒いだりしてる子がたくさんいるんですよ。そういうふうに正直言うと、一年の頃はもう僕、静かな方ではなくて結構喋っちゃう、ような子だったんですけど、今年になって、だんだんと分かってきたんですよ。静かで、勉強した方が頭に入ってくるんですよ。で、その授業を受けてて、先生が必死に、子供に教えようっていう気持ちがある先生と、それを聞きたい生徒がいる中で、それでガヤガヤ喋ってたり、寝てたりしてると、気分が下がるじゃないですか。なんか、授業が、ダウンするじゃないですか。だって考えてみてください。隣で寝てる人の隣で勉強したいですか？多分、もう、したくないと思うんですよ。あなたがそういう風に寝てる人だったら、わからないかもしれないけど、でも、寝てる人が悪いっていうわけではないと思うんですよ、全部。でも、寝てるってことは眠いってことは、何時に寝たのっていう話になるんですよね。例えば僕の友達の中で、寝るのが深夜、朝の4時とか、そういう人がいて、それで学校で寝てるっていうのは違うんじゃないって言いたいんですよね。だから、寝るんだったらきちんと決められた時間で寝て、学校に行けてるっていうことが、すごいことなんですよ。多分世界中で学校行けるのって、そんなわずかな割合の中に自分がいるのに、それに気づかず、寝てるっていうのは、ちょっと違うんじゃないって思うんですよ。で、それに対して、確かに先生は何もしてないのは僕いいと思うんですよ。なんかしてあげたら授業が止まっちゃうから、それは無視しても自分たちの責任だっていうのはとてもいいことだと思うんですよ。そういう点は。でも、寝てる人がいるから、勉強空間が成り立たないっていうのがあるから、そういうのは、先生には叱ってほしくないけど、その人たちには変わってほしいから、どうにかして、先生が、そういう点としては叱らないといけないから、叱って、その人は辞めるようになってくれれば嬉しいなって僕は思ってるんですけど、それになんか方法がある人は、ぜひ、コメント欄に言ってもらえたら、僕、それやってみたいので、お願いします。3点目は部活なんですけど、多分、大勢の人たちは部活やってきて、バスケ部だったり、サッカー部だったり、吹奏楽部だったり、美術部だったり、いろんな部活をやってきたと思うんですけど、どの部活にも、先輩とか後輩がいて、顧問がいてっていう関係があると思うんですけど、僕の学校は特にスポーツだったりサッカー部とか野球部とかバスケ部にあるんですけど、先輩後輩関係なく、呼び捨てで話し合ったりするのが僕とてもいいと思うんですよ。多分大勢の人は礼儀がないとかそういう悪い点を見ると思うんですけど、礼儀がないわけではないと思うんですよ。だって考えてみてください。友達とかに多分さん付けする人は多分いないと思うんですよ。何々ちゃんとか呼び捨てだったりすると思うんですよ。で、呼び捨てするから友達に礼儀持ってないっていうことではないじゃないですか。ちゃんと友達には礼儀持ってるし、持ってる上で呼び捨てするっていうのがあると思うんですよ。で、それも同じ風に、先輩後輩って単純に言うと、先輩っていうのは先にその部活に入ったりしたり、先に生まれたことだけで同じ人間じゃないですか。で、そういう、たったそれだけなのに、その後輩に差をつけようと、なんか、踏み潰したり、それをなんか悪く言ったりすると、傷つくじゃないですか。で、その人が傷つくだけじゃなくて、その先輩もその悪いことを覚えちゃうじゃないですか。踏みつければいいんだみたいな。で、それがどんどん次の世代に重なってって、もう先輩と後輩の差がもうでかすぎて、後輩は奴隷まではいかないけど奴隷みたいな感じになってる状態とかが結構あると思うんですよ。だから結構
僕吹奏楽部でそういうのがあるんですけど、そこまでひどくはないんですよ。ちゃんと、後輩と差が短くてちゃんと礼儀はお互い持ち合ってると思うんですけど、そういうことで苦しんでる学校の生徒とかがいるから、今自身この学校でもそういう問題があるから、それは、先生にも、直してほしいし、その人たちにも気づいてほしいんですよ。もし自分だったらどうですかみたいな。だからその点も、どうにかし直ってほしいなっていうのが僕の意見です。で、最後の4つ目は、もう本当にこれはなくなってもいいと思うルールなんですけど、僕の学校だけなのかわかりませんが、僕の学校では、例えば、研究授業とかそういうのは聞いたことあると思うんですけど、研究授業っていうのはだいたい1クラスだけ5時間目があって、他の教科4時間、他のクラスは4時間目しかないみたいな、そういうパターンが多いと思うんですけど、その時って多分、だいたい先生とかには、何時まで家庭学習とか、そういうことを言われると思うんですよ。例えば、さっき言った通り、1クラスが5時間目で、他のクラスが4時間の時は、例えば3時まで家庭学習みたいな。で、それおかしいと思うんですよ。だって、学校外じゃないですか。確かに学校内だったら、学校のルールがあって先生の言うことも聞かないといけないと思うんですけど、道路って公共の場じゃないですか。考えると、今言う例と同じなんですよ。例えばあなたが、スーパー行って、先生からは、牛乳と卵と小麦粉は絶対買っちゃいけませんと言われてるのに、親には買ってきてって言われたら、買いますか買いませんか？普通買いますよね。だって、先生関係ないじゃないですか。先生って、学校内のルールがあって、スーパーとかには関係ないじゃないですか。ただ、スーパーの人だったら、それはわかりますが、先生じゃないですか。で、確かに、危ないからとか、5時間目だった子たちのために、その子たちが授業してる中で他の人たちが遊んでたら、その人たちがかわいそうかもしれないけど、それって、親が決めることじゃないですか。だって、親は保護者でもあって決める人じゃないですか。だから、先生には、せめて先生たちがなんか言おうとしてるんだったら、せめて、家庭が、3時まで家庭学習しましょうね、みたいなとか、したらどうですかみたいな、そういう問いかけみたいなのだったら、まだわかるんですけど、命令みたいにしなさいとか、出ちゃダメだよとか、言われるのは違うと思うんですよ。実際、僕友達から聞いた話なんですけど、一回3時より前に出てた子がいて、その子が先生に見つかって、先生たちが連れて行こうとしてたんですけど、連れて行くのって、一応、犯罪じゃないですか。だって、誘拐じゃないですか。だって学校でもないし、普通の道路で、道路に、先生は学校では先生かもしれないけど、道路に出た瞬間一般人じゃないですか。その一般人が子供をさらおうとしてる、引っ張ってどっかに連れて行こうとしてるのは、もう犯罪行為の、もう誘拐じゃないですか。だから、それは、ルールとか悪いとかなくなった方がいいっていうのもあるんですけど、犯罪を先生たちに犯してほしくないから、そのルールはなくなってほしいなっていうのは、というのが僕の考え方なんですけど、もしかしたら完全には僕は分かってなくて分かんないところがあって、先生たちがそれぞれ事情があって、そういうことを言ってるのかもしれませんが、そういう事情があるんだったら言ってほしいし、今言われてない状態だから、言われてない状態だったら、大体の人がこういう考え方を持っていると思うんですよ。なので、そういう事情とか、理由があるんだったら言ってほしいし、ただ、責任を負いたくないから、それを言うみたいな感じだったら、それはやめてほしいなと思います。最初も言った通り、あくまでもこれが僕の考え方で、もしかしたらわかんないところもあれば、違うことだったり、僕が間違っていたりするかもしれませんし、僕の学校とか僕の生活ではそういう感じだけど、他にも他の学校とかだったり、そういうことがなかったり、逆に僕が言ってないことの中で、そういうことがあったりすることがあると思うので、ぜひ、共有して、僕もそういう問題をして、解決できていったり、あなたが見てるあなた、もしも子供とか中学校だったら、僕は、正直あなたの学校には、役には、立てないし、どこか、わかんないから、でも、あなたの意見が、僕に助かったり、
コメントとかしてもらえば、相談とか乗りますし、なんか、こういうことが起きてるんだけど、どうすればいいみたいな感じで、コメントが来たらもちろん僕は、助けになりますので、ぜひ、そういうコメントもよろしくお願いします。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録とベルのボタンを押してください。ベルのボタンを押すと、YouTube アカウントに通知が来るので、次の動画も見逃せずに見れます。バイバイ、また見てね。Nos vemos pronto。次回もお楽しみに。